はい、皆さんこんにちこんはに。ちは。日本全国始まるスタジオ。今日はどこからスタートでしょうか。今日は瑞龍寺さんからスタートです。瑞龍寺さん、おい。すごいよ。三門国宝、報道国宝、お。あとはもう重要文化財の目白押しだね。はい。というわけで国宝瑞龍寺さんのはい。中に入ってきまして、はい。住職さんにはい。ご紹介いただけるということで。はい。早速お呼びしたいと思います。はい。住職さんです。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。はい。まさかのよろしくお願いいたします。まさかの住職さんにいえいえ、ご案内いただけると思ってなかったんはでい。大変嬉しいです。いえいえ、まあちょっとこちらの方はいご覧になりますと、はいはいこちらがこの瑞龍寺の伽藍ですけれども、はい。はい。総門、三門、仏殿、八塔と見事な一直線に並んだ伽藍配置です。大体お寺というのはそういう山奥に作ることが多いんです。ところが瑞龍寺は平地に作られたということもありまして、非常に面の美しさを持っているお寺でもあるんですね。おー。はい。でこちらの方、七道伽藍完全なる復元へというふうな期待を込めて書いているんですが、はい。この両脇の取り付きの部分に昔はお風呂とおトイレがついてたんですね。これは上から見ると仏様の体の形になるように作られています。ほ一番奥の八塔頭、はい仏殿を心臓、う。うん。でそれで、僧堂と大栗が両手、七賢人図四つが足という形で作られたものでありますね。はい。じゃあ今ちょっと足がなんていうか欠けちゃってるというか、ない状態でございます。そういうことなんですね。そういうことです。でこの瑞龍寺でございますけれども、前田のお殿様の菩提寺として作られています。はい。前田家っていうのは織田に仕え、豊臣に仕えて、うん最終的には秀頼様の後見人まで務めた、うん。はい。そういうお殿様です。はい。そのお殿様がこの高岡にこれだけ立派な伽藍をお作りになったということを考えたときに、どうも瑞龍寺というお寺の性格はお寺というだけではないということが言われています。へえ。前田家は外様ということもありましてですね、金沢には大量の隠密が入っています。へ隠密ってわかります？え。はい。スパイですよね。そうです。はい断密じゃないわけでございます。はい。断密じゃない。はい。残念でしたね。残念でございます。確かに断密っぽい隠密はありえますよね。ありえます。はい。まあそういうことでございます。はい。ということになると、金沢では余計なことはできないわけですね。でもやはり文化の町として金沢を作ってはいるけれども、やっぱりやんなきゃいけないことはありますよね。軍事でありましたり、はい経済だったり、うんうんうんあんまり強すぎると睨まれるけれども、うんそれはちゃんと作っておかなきゃいけない。はい。するとある程度隠すわけです。前田家がやはりあまり強さをひけらかすようなことをすると天下を取りに来るんじゃないかああ。っていうなるほど。ことになりますよね。だから前田さんはその辺はあまり目立たないようにしながらキープする。するとある程度離れたところに徳川の方も前田家が力があったのは分かるけども、あんまり出しゃばんないよ、見えるところでやんないよってことになると離れたところでやるわけです。なるほど。一国一条例がありますから、はいお城一つしか持っちゃいけないんです。ああ、なるほど。そうすると富山藩とか大正寺藩というふうに藩を分けていれば、うんそこにはお城は残してもいいんですが、はい。離れたやはり衛星都市のハブはやっぱりお城は作れないんですよ。でもやっぱり持ちたい。だったらお城がダメなら代わりが効くのはお寺ってことです。へええ。そういうことですか。えやっぱりある程度そういう意味ではお寺でありお城でもあったんだろうなってことが言われてます。あではどうぞ今度はこちらの方に進んでください。あ、すごいね。いきなり。でこちらの方からご覧になると、はい。三門がありますが、はい両脇には金剛力士がお寺を守っていますね。はい。でその間に仏殿が借景として現れてきます。ちょうどこの石畳の上あたりではい。立ち止まると、はい。見事な借景越しの風景になるように作られています。で当時の人の平均身長ってだいたい160センチぐらいです。こういうこと。そういうことです。本当だ、真ん中だ。来るでしょすごい。こうやって借景越しに絞っていくと、はい建物そのものがですね近くに見えるんですよ。ああ、絞りなんですね、これが。そうです。こういうことだよな。はい。すごい。この辺がね面白いところなんです。こちらの三門をくぐりますと、はい先ほどシラスでしたが
内縁はこのように芝生となります。ああ、本当だ。 360年前に高麗芝があったわけではないんですが、はい。非常にこの面の美しさを出すためには、うんうんこの芝生もいいだろうという、文化庁の判断もあったんですね。おでこの回廊なんですが、横が59メーター、縦が95メーターありまして、これ見事な黄金比で構成されてるんです。おお。そういう中で見ると、やはり非常に心が落ち着くというところがあります。また今の建物と大きく違うのは障子です。障子が1枚、雨戸が2枚なんです。障子が1枚、窓が2枚。はい。となると、こういう晴れた日は障子を、半分だけ出すと、そうするとちょうど光と影のコントラストになりますし、ちょうどですね、白と黒のコントラストにもなっているという単調ではありますが、これが日本の、一つの美の考え方です。へ昔の人たちが作ってきた日本の美学といいますかね。え。すごい。え美学ですね。やっぱりこれは美学です。機能と美と。おっしゃる通りで、こちらの仏殿なんですけれども、突然、はい。この屋根が実は鉛吹きなんですね。鉛吹き。はいはい。現在瑞龍寺と金沢城しか残ってないっていう大変希少なものなんです。こちらがこの瑞龍寺の真ん中にあります仏殿ですが、ご本尊釈迦如来を真ん中に祀っておりますね。釈迦如来。両脇には文殊菩薩と普賢菩薩でありますが、文殊菩薩っていうのは知恵の仏様ですから、手にはお経の巻物、はい。乗っているのは頭のいい獅子なんですね。対する普賢菩薩様というのは、優しさと、実行力というものをですね表していると言われています。はい。ですから優しくて力が強い象の上に乗っているというところがあるんです。ああ、そうなんですね。はいはい。でこのお堂は総欅造りで作られておりまして、小組合天井、その周りを放射状の見事な扇だるきと組物が囲む形になっている。本当だ。すごい。前田家というのは外様ではあるけれども、徳川とはまた違った意味ですごい技術もあるし、美的センスもあるんだよっていうのをちょっと見せてるという、この辺の演出の仕方っていうのが前田さんっぽいなというのがあります、ね。ああ、なるほど。すごい。でこちらに参りますと、来号柱がありますが、非常に目の澄んだものが扱われてますね。こんなに目が澄んでます。成長が遅いんですね。これは能登の赤道山というところから切られたものであります。はい。能登の赤道山のあたりというのは山奥ですし、おっそうとした木が生い茂っています。つまり干ばつしてませんから、太陽の光がなかなか入ってこないところです。そうすると土壌としてもそんなに肥沃じゃありませんから、成長は遅いんです。でもその成長の遅さがこのような素晴らしい柱になってくる。暴れ木である欅をまっすぐにこの状態で柱にできるということは、もともと相当太い大きい木だったなということがわかるんですね。でこちらがこの瑞龍寺の一番奥にあたります八塔です。八塔。はい。正面の方をご覧になると、はい、大きな位牌が安置されていますね。はい。あの位牌が前田利長公の位牌で、はい、大きさが2メーター10センチぐらいございます。なるほど。この位牌をご覧になったときに不思議な感覚を持ちませんか？ここお寺ですよね。そうですね。お寺ということは、はい、普通はだいたい正面には仏像が。そうです、はい、仏殿に釈迦如来を祀っているからいいんだっていう考え方もできますが、だいたい本山クラスですと仏殿にお釈迦様の場合は、ここに観音様を祀って、位牌筋を脇に来るんです。お殿様といえども在家ですから、お坊さんじゃないんです、出家じゃないんですよ。そうするとお殿様自身を真ん中にするというのは、これはお殿様を供養しているんじゃなくて、お殿様そのものをむしろ信仰対象として祀りたいというふうなところも感じられるんです。でちょっと見ていただきたいのが、天井がこのように小組合天井で、下が四半敷きになっています。で柱もここから欅になっています。で面取りを見ると面白いんですが、この面は落としただけですよね。ところがこちらになるとこのようなギザギザの面の取り方をしています。つまりですね、何が言いたいかというと、ここがとっても重要な正規扱いをしていたということです。こういった小組合天井にしてもこれは正規扱いですから、今私たち平気で入っちゃってますが、ここ本当は入ったらいけないんですか？
という場所だったんだと思います。へでここで立ってみるとえ。はい。分かります。ほう。正面にお殿様の位牌ありますよね、はいちょっと頭切れちゃってます、はい。三門の前のところで、はい仏殿がきれいに入りますよねって言いましたよね、あれだけ借景を意識したお殿様なのに、はい棟梁なのに、はいここでは位牌の頭が切れるんです。あ多分ここは聖域ですからこのお殿様に対して何かをするためにここに誰かが座ったんだと思います。このお殿様に対する大変な感謝の持つ前田利常というお殿様が多分ここに座るというかひざまずいたんでしょうね。すると位牌の大きさの意味が分かります。ここにきれいに入ってくることが分かります。本当だ。でここで2代目のお殿様に対して3代利常がこうやって五体統治って言いますけれども、んお拝をされたんじゃないかと。その時に丸い支柱が2本あって、はい上に頬に霧の欄間彫られてます。ちょうどここから見ると切り取られた風景何に見えますか？まるで神社の、鳥居。言わないと全然わかりませんが言われはいた瞬間にそれにしか見えなくなっています。本当ですね。瑞龍寺をさっきお寺でありお城でありということを申し上げました、実はもう一つ隠された意味としては、はい利長という方をやっぱり神社で祀りたかったんじゃないだろうかということが考えられるんです、はいでこれは後からの話とちょっと重ねます。どうぞこちらにお進みください。